そんな優しくねえから俺たち分かった、謝ってこい。分かってんだろ、自分で調子こいたの。はい、すいませんでした。みんなレイの言うことは聞くし、やっぱ信頼感もすごいから、ありがとうね。空とか呼び捨てして、でまあこれもあんな風に捨てして、何が一緒なの？本当にマジで分かんなくて。お前一番下だから、あんま感じない。私がお前が一番下だからね。なあ、私が一番下です。うちの従業員掃除とかさ、あれやってるからってお前より上だと思うんだよ。はい、私が一番下です。失礼。めっちゃ失礼です。じゃあマコに謝ってこい。マジで謝ります。自分が行けよ。そんな優しくねえから俺たち。分かった？謝ってこいよ。謝る早く。謝ってこいよじゃあ早く。本当に申し訳ない。あんま舐めんだよ本当に。分かった？変わり始めた芝で新たなトラブルが。レイが厳しく指導していたのは芝に移籍して4日目のトイ。入店して早々何があったのか。あいつが喧嘩売ってきたからそうなってるだけだよ。俺別に悪いこと言ってないです。俺が正しいで、なんで俺が我慢しなきゃいけない。俺が正しいこと言ってるのに。怒りが収まらない様子のマコ。そこに正しいもの正しいって言ってるだけじゃないですか。どうしたどうした？これマジでどうした？何があった？あいつ金髪のトイレ。何があった？普通に何があった？普通に言ってこい。俺が話していいの？何があった？自分でしてるんだよ。最初から話すと、営業中に肩トントンってされて上に見たらあいつで、まあなんか初回一緒につくかわかんないけど空って誰だっけっていう言い方をされたんですよ。でその時から無視したんですよ。営業中でバタバタしてそれがすげえ引っかかってミーティング終わった後にあの言い方なんだよ。俺に対しての知ってるも違うし、そもそもソラさんでしょ違うだろって言ったら、お前誰って言うんですよ。営業中トイに声をかけられたマコ。この後の初回に空と一緒に着く予定だったトイは空って誰と一言。その時は忙しかったためスルーしたが、タメ口で声をかけられたこと、空を呼び捨てで呼んだことを営業後に指摘したところ言い争いになったという。そこでレイが仲裁に入り謝罪をさせる場を設けていた。無理。黙れでマコに謝るって言ってんだから手を聞けよ一回。その顔もやめろお前も。てめえお前やめろっつってんだろ。お前もやめろよ。謝るっつってんだから聞けよそういう時だよお前。謝る早くじゃんお前の前で。私が考えなしに先輩とか周りに考えずに失礼な発言をしてしまって本当に申し訳ないと思いますし、これからもないようにいたしますので、こう言ってくださったことが気づいたので。やめろよ思ってねえだろ。普通に謝ったらいいと思うよ。お前なんかそんなガキじゃないじゃんなあ、言われて気づいてるわけじゃねえだろ。分かってんだろ自分で調子こいたの、なあ、舐めたんだろ普通に空とかマコ言われて気づきましたね。やめろよ普通に聞いてることなんか。俺たちバカじゃねえから気づくよそういうの。なおさら気分悪いから舐めたんだろ。自分より下だと思ってんだろなあ。気をつけます。すいませんでした。トイが謝ったことでこの場は収束した。レイが率先して仲裁に入ったのはミスト時代から変わらない仲間を思う気持ちからだった。あれも面白くないっすよ。もともと一緒にやってた仲間が入ってきたちょっと経験あるホストに偉そうにされるのが違うと思うから、俺も先輩は先輩じゃん。売り上げがあったら偉いとかでもないし、ちょっと自分に売り上げがないからって舐めちゃダメよねって思うし、マコさんと一緒にいるときは結構ちゃんと強めに怒って、トイさんとの2人のときはお前なんかちょっと優しく声かけてて、なんかちょっと使い分けてたみたいな印象があったんですけど。いやそんないやらしいことはしない。別にもう怒るとき怒ったから、もうちょっと、はい、あるんです。異常にしなくてない。千葉が普通。トイ君も別に子供の年齢じゃないんだよ。ちゃんと大人なんで。まあだからちゃんと多分
は分かってくれてると思って、それ以上怒っても意味ないんで、今自分の立場悪くしてるから、その立場悪くした中でそんなんやめるのが簡単だから、まあ、これで頑張ってくれるのはそこやっぱ見てあげなきゃいけないなとは思うし、意地悪したいわけでもないし、ちゃんと分かってほしくて話はしてるんで、違うぞっつうのその反省してくれてる姿は信じたいなとは今も思うんですけど、まあ、大丈夫じゃないですか。この一件の立役者となったレイに軍神はねえちょっといい？先日さ、トイとさ、なんかマコがめっちゃ喧嘩したんでしょ。でそれでレイがさ仲裁に入ってくれたって聞いたからさ、ありがとうね。めっちゃ助かるし、やっぱだけどマコすごい頑張ってくれてるからさ、ああやって怒っちゃうとね、マイナスな印象にしかなんないからさ。そうですね、気持ちは分かるんですけど、まあ事故っちゃうんでみんなレイの言うことは聞くし、やっぱ信頼感もすごいから、でレイがこれから、ずっとプレイヤーでっていくわけじゃないじゃん。その先にこのお店の運営だったりとか、その時にやっぱ社会的なこと、今俺らがクリーン化をして目指していかなきゃいけない先、そこをちゃんとキャスト陣教えてってほしい。レイさんが仲裁に入って、うまい関係性を築き上げようとしてたのがすごい印象的だったんですけど、いや、良かったと思いますよ。レイは今夢を持ってるんですよ。今これから自分がプレイヤーとしてじゃなくてコスト業界で運営としてやっていきたいみたいな夢があって、その夢があるからこそきちんとキャストを導いていく、そういう思考が生まれてるんだと思います。自ら人って目標が定まるとそれに沿った動き方するじゃないですか。目標が今レイの中で定まってるからこそちゃんとこうしなきゃいけないっていう思考が生まれたんだ。だいぶ変わったと思う。はい、まだ荒削りではあるが、レイの行動で芝が大きく変化しているのを実感した軍神。しかし今後の芝発展のためにまだ伝えなければならないことがあると呼び出したのは、お疲れ様。先日さトイとぶつかったんでしょ。俺はマコのために今から話するけど、マコが今先輩として圧力的な怒り方をしてしまったら、じゃあそれってじゃあトイに入るのかって言ったら入んなくない？感情的になったのは、僕も子供だったなと思うんですけど、僕は正しいこと言う。そう、言ってることは内容は正しいけどやり方が正しくない。じゃあなんか明らかに向こうが挑発的だったんで、でもそれ乗ったら違くない？トイのために怒ったわけじゃないじゃん。自分のために怒っちゃったわけじゃない。向こうを正してあげるのが俺らがやるべき利他的なことじゃん。例えばマコが、どんなダメな態度をとっても俺はマコと向かい合うし、マコのために話をする。俺がイラッとしたからといってそのイラッとした感情を相手にぶつけたら何もなんないし、それをぶつけるのは先輩ではないし、後輩にそれをやってしまったら後輩もまた他の後輩に同じことをやるようになってるから、すごい気持ち的にはね腑に落ちないがちょっと嫌だなと思うかもしれないけど、言ったことは正しいから、ただ言い方だったり圧のかけ方は良くないから、その点についてはちゃんとトイに謝った方がいいよ。マコが伝えたことはすごく正しいから、トイの人生を変えるから。例えばトイがそこに気づかなかったらトイは同じ失敗をするし、で失敗をしたらトイが苦しむわけじゃん。それを救ってあげる行動をしてるからめっちゃいいから、だからちゃんとトイのためにそう伝えてあげられる男になってほしい。だから意外とちゃんとトイの話、ちょっといい？この前さ、はいあったじゃん、はい。いろいろ揉めてトイ謝ってくれたからその時に許したんだけど、俺もあの時すごい感情的になって高圧的な感じで言っちゃったから、それに対しては申し訳なかったなって思うから謝らせてほしいなと思って、感情的になってごめん、俺もちょっとガキだったわ。ああいうことあったけど、これから同じ店で同じ職場で働いていく中で俺たちが仲悪くていざこざあってだとさ、関係ないお客さんとか周りのキャストとかに迷惑かけたりとか気使わせるのは違うなって思うから、今回の件はこれで一回リセットしてお互いリスペクト持ってやっていけたらなって思うから、次の日から改めてちゃんとやろうってマコさんのおかげで思えたので、本当にあの時はありがとうございました。ですいませんでした。お互いがリスペクト持ってやっていかなきゃ成り立たないから仲良くやっていこう。
自分のためではなく芝のために2人は変わることを約束した。マコさんさっき謝ってましたけど、これは五木さん的にはどういう見解なんですか？こちらはこれから社会に認められていかなきゃいけないっていうので今活動してるじゃないですか。その中でじゃあ今その社会で一部上場企業の方々だったりとかムカつくこと言われて、いやああいう詰め方する方しないじゃないですか。やっぱホスト業界っていうのは昔はそうだったんですよ。でその中で育ってきちゃったからこそそれが正しくなってますよ。世の中は違う。そこにちゃんと気づかせてあげることが指導者としての仕事なんで、マコも人がね向けてかなり一段階成長したと思うんで、あれから見たらネガティブなことかもしれないですけど、これが全体的にポジティブな方に向いたんで、これ良かったなと思ってます。問題なんかいっぱいあるんで、その問題をむしろチャンスだと思ってポジティブに変えること、それがこの業界良くなっていくことだと思ってるんで、そこをきちんと落とし込めていければいいなと思ってます。はい。まあとりあえず今回各自グループライン今来てる内容を、サランは社長運営のグループライン作って、全部リスト化して、でスタノーはプレイヤー部門の方、をちゃんとグループライン作ってリスト化して、でそこで分けて、で俺が全部管理見れるようにして、全員が、まあ現状としてさ、ね、友達登録だけで終わってるやつもいるわけじゃん。その人たちに対して俺はちゃんと一個考えてることが、それをやるつもりではいる。それをしても帰ってこないんだったらもう俺はいらないと思う。これはもう利他的が全てだから、各店ドラフトでしょ、リリオン、リタ、芝が責任持って彼らを受け入れるんでしょ、覚悟もね、ふわっとしたやつが来て、他のやつが受からなかったのに受かって、メンタルやられましたね、覚悟がやめる、むしろ見て腹が立つぐらいだからね、だから本気で幸せにするし、当たり前に、本気で人生変えてやろうと思ってるから、まあその感じでやってもらえたら、OK。今ドラフトのミーティングをされてたと思うんですけど、で現状どんな感じなんですか？現状友達登録として来てるのは248人ぐらいですね。248人。そうで、そっからオートでメッセージ投げるんで、それに対してちゃんと記入して、で顔写真とか全部送ってきてるのが48名になります。5分の1が来てるんで結構な人数が返答あるなと思ってます。特に今回は社長運営の募集の方が、まあ152名登録来ていて、でそこから27名ちゃんと返信が来てる状態です、でプレイヤーの方が96名で21名返答が来てる状態です。数日の間だけでこれだけ応募来てるんで、じゃあ本当にあと1週間ぐらいしたらこの倍ぐらいいくんじゃないかなと思ってます。今応募来てる人たちってどんな人たちなんですか？プレイヤーに関しては今までのリタと芝と同じような感じですね。運営に関してはバラバラですね。まあやはり社長になりたいなとか思ってる人たちはある程度きちんとしてるんで、文章の内容だったりとか経歴とかの細かいことだったりとか、まあ一部上場企業で部長さんクラスの人とか、もう来てます。これ本当に。で今取締役やってる人も来てます。なんでまあそこの部分としてはまあそこ来てるんですけど、それだと中途半端な気持ち持ってる人も多いんですよ。ホスト業界今どんだけ叩かれてるのって話じゃないですか。風営法も改正されて社会の皆様にご理解いただけるようにというところで今走ってるわけじゃないですか、その業界に飛び込むって他の飲食店やるよりはるかに重しを乗っけられてるような状態なんですよ。それを中途半端な覚悟で来られても周りに不幸にしちゃうんで、もちろん経営者の方々はそうやっぱりそれなりの経歴があるんで技術だったり知識はあると思います。でもそこでもやっぱり一番大事なのは心ですよね。俺は心なんで、心でずっと男の子たちと接して変えてきて今のリリオン、リタ、シワになってるんで、心を持ってる人間なのが絶対嫌ですね。夜の世界にいるとやっぱりちょっとなんか外れてる人が多いというか、そこの差とかもオーディションを受けに来る人って結構なんか甘く見てるんじゃないかなみたいなって結構思うんですけど、そうなんですよ。だから今回は今まで自分が教えてきた男の子、リリオンだったらシュンとかノアとか千早とか、リタだったらバーキューキリョウガ、ジン、コウメとか、でシバだったらレイ、ミナト、スズミとか、オールスターでバッと俺が教えてきた男たちを並べて、そこできちんと彼らと話し合ってもらうんで、もうここにいるオールスターで並んでるやつが全員論破できます。お前ら全部かかってこいよと、そのが熱意で来たやつだけ採用したいです。
リタのオーディションで覚えてます？鈴見が本気で龍馬に噛みついたじゃないですか、鈴見今すごいじゃないですか。すごいです伸びてるじゃないですか、で人生も変わったじゃないですか、有名になったじゃないですか、ね、最近お母様がね鈴見のお礼を言いに来たんですよ。はい、息子の人生がやってくれてありがとうございますって、はい、それぐらいねこう今変わったわけじゃないですか、やっぱそういうところもやっぱ本気で見たいんで、そこで何も存在を残せないんだったらもう来なくていいなと思います。夢を叶えることが俺は一番の利他的だと思うんで、それぞれ人生の本気でその夢を叶えたい、逆に叶えてやりたい、この業界を変えてやりたい、もっと昇華させたい、本気なんだっていうその熱意、それがある人だけ来てほしいです。 LINE のその返事に結構不備がある方がやっぱプレイヤーのことに多いらしくて、やっぱなんかそういうのもちゃんと読んで返信したりとかっていうのはちゃんとやってほしいですよね。そうですね、そこに関しては今回、正直普段はやらないんですけど、今、ちゃんと返信ない男の子たちに対して自分からメッセージを送ります。そうですね。はい、そのメッセージを見て考えが変わったりとか、もうちゃんと応募しようと思ったやつらだけ応募してきてほしいなと思います。覚悟あるやつだけ来てほしいなと思ってます。はい。